今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化についてゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今日は少し面白いテーマについてお話ししたいと思います。それは海外に出て初めて気づいた日本人らしさです。私実は今スイスにいるんですけれども、私がスイスで感じた日本人のカルチャーショック、日本と日本人についてのカルチャーショックです。はい、日本を離れて海外で過ごしていると、日本にいる時には当たり前すぎて気づかなかったことがたくさん見えてきます。そして海外に行くと本当にたくさんのいろんな人に会うことができますね。例えばスイスだったら、ドイツ人、スイス人、アメリカ人、韓国人、中国人、日本人、そんな感じで本当にたくさんの国から来ている人に会うことができます。そしてですね、私はちょっと金欠っていうところも、金欠というかやっぱり今円がすごく弱いので、海外旅行する上でですね、スイスはとっても高いところなんです。なのでちょっと今回は予算の都合もあったので、ホステルに泊まることにしました。はい、2回ホステル、1回ホテル、1回はカプセルホテルっていうちょっとすごい無謀だなって思うんですけど、でもこれも経験と思って、今日はちょっとホテルに宿泊できたので、ようやく動画を撮ることができているんですけど、ちょっと私が経験したホステルでの話とかをできたらなって思います。やっぱり日本人って本当に独特だなって思うこともありました。もちろんいいところもあったんですけど、反対に改善した方がいいと思うところもありました。なので今日は私が海外で感じた日本人らしさについて、私自身の体験も交えながらお話ししていきたいと思います。それではゆっくり聞いてください。まず本当に最初に感じたことは、日本人は本当に静かだということです。やっぱり海外に行くと知らない人同士でも気軽に話したりしますね。例えばどこから来たのとか、あとはそもそも部屋に入るときにハローとかグッモーニングっていうそういう声をかけて、私は変な人じゃないですよってことをアピールする人が多いと思うんですけど、やっぱ日本人は本当に静か。そうね、駅でもカフェでもホテルでも基本的には知り合いとしか話さない。日本人同士でいても全然話さないんですよ。普通多分アメリカ人同士とか韓国人同士、中国人同士とかで来たら多分話しかけるんじゃないかなって思うんですけど、結構ホステルが日本人がいっぱいいたんですけど、誰も話しかけない私も話しかけなかったんですけど、私は海外の人には話しかけるし、日本人じゃなかったら別にアジアとか西洋とか関係なく結構話しかけたりしたんですけど、本当に日本人には話しかけませんでした不思議ですね。やっぱり海外でさえ知らない人に話しかけるっていうことがすごくハードルが高いんです。これって多分海外の人から見るとちょっと嫌な感じに見えるんじゃないかなって思うんですね。ちょっと日本人って冷たいんじゃないかなとか、怒っているように見えるとか、フレンドリーじゃないとか、ちょっと何を考えているかわからない人たち、そんな風に思われても仕方ないんじゃないかなって今回思いました。やっぱり
喋らないことっていうのは、必ずしも喋った方がいいとは言いません。例えば会釈でもいいし、簡単な挨拶でもいい。だけど完全に喋らないっていうのは、挨拶もしないっていうのは、相手をね無視しているのと同じことなのね。なのでそれはねちょっと良くないんじゃないかなっていうのはちょっと個人的に思いました。じゃあただ、なんで日本人は静かなのかっていうと、やっぱりお互いの空間を尊重する文化があるのかなって思います。例えばね、日本の電車すごく静かです。今回スイスに来てびっくりしたのは、みんなすごい大きい声で話してる。中にはね、テレビ電話しながら電車に乗っている人もいて、日本だったら結構ありえないなっていう感じですね。でもそれも海外にはそういうルールがないから全然してもいいと思うんですけど、どちらが正しいという話ではないんですけど、考え方がね違うのかなって思います。日本では周りの人の迷惑にならないようにしようという意識がとても強いと思います。なので自然と静かになるのかもしれません。これはね、外国人から見ると少し不思議かもしれませんが、日本人にとっては普通のことです。そして、日本人はオープンではないということですね。なので、海外でねよく驚くことは、初対面でも結構個人的な質問をする人が多いですね。仕事は何してるのとか、なんでここに来たのとか、一人で来たのとか、いろんなことをね簡単に、お互いに名前も知らないで終わったりもすると思うんですけど、連絡先とかも交換しない、ただの世間話としてそういう話をカジュアルにしたりするのかなって思うんですけど、日本ではね少し仲良くなってから聞くような内容かもしれません。なので日本人はやっぱりね比較的距離感っていうのを大切にするのかなと思っていて、なのでいきなり相手のプライベートにね入っていかないっていうのは性格的にあるかなって思います。その人たちがね絶対日本人だって分かったとしても、その人たち今休みでね、休暇を楽しんでいるわけなので、見知らぬ日本人が話しかけて楽しくなるかわからないし、相手の時間とかね、そういうのをいろいろ考えると、喋りかけない方がいいかなとか、そういうふうに考えるわけです、私たちは。はい。なので皆さんにとってはちょっと冷たく見えるかもしれませんが、本当にごめんなさい。ただね、海外に来て初めて気づいた、日本の清潔さっていうところもあってですね、もちろんスイスはとても綺麗な国ですが、日本ほど徹底している場所はなかなかないかなって思います。っていうのも、私が宿泊していたホステルはですね、本当にいろんな人種の人がいました。肌の白い人、肌の黄色い人、あんまり黒人の人はいなかったけど、いろんなね人種がいたんですけど、いろんな国から来た人がいたんですけど、その中でね私がびっくりしたのは、日本人女性は本当に誰かの汚した分まできれいにするっていうところは本当にすごいと思いました。普通ね、ホステルに使う前と同じ状態にしろみたいな風にね張り紙がされているので、普通使う前と同じ状態にすると思うんですよ。例えばコップを使ったらコップを洗う、そしてコップをしまう、そんな感じね。でも日本ではねこんなことわざがあります。立つ鳥跡を濁さずです。これはね、鳥がね飛び立つ時っていうのはすごくね一瞬じゃないですか。そして、その飛び立った後っていうのはすごく汚れたりもしてないし、まるで鳥がねいなかったぐらい、すごく綺麗な状態が保たれていると思うんですけど、そんな感じで、日本の文化として自分がねどこかに、出発するときはその場所を綺麗な状態にして置いておきましょうっていう、そういうコンセプトですね。あとはよくあるのが、使う前より綺麗にしようっていうコンセプトです。
それは自分がたとえやったものじゃなかったとしても、使う前よりも綺麗にする方がいいよねっていう、そんなねコンセプトなんですけど、それをまさか海外でね体現している人がいると思わずびっくりしました。恐るべし日本人女性って感じで拍手を送りたくなりましたね。やっぱだってホステルってさ、本当にたくさんの人が使っているから、なんて言うんだろう、なんでその人の分までやんなきゃいけないのって思うかもしれないんだけど、それをね率先してやっているところが本当にすごいなと思いました。それからちょっとすごいなって思ったのは、料理のレベルが非常に高いということです。私が何人か見たね日本人は結構本格的な料理を作っていて、普通ホステルって結構ね温めたりするぐらいの場合が多いんだけど、結構しっかり料理していて、日本人女性あっぱれと思いました。はい。なので日本人は今円がね弱いっていうところもあるんですけど、自炊スキルがすごい高いと思います。はい。なのでね、私がやっぱ言いたいことはですね、日本人はねもっと海外でね自信を持った方がいいなって思います。英語がね完璧じゃなくてもいいし、発音が完璧じゃなくてもいい。ただ海外でね意外と多分みんな気にしてないと思うなって思います。っていうのもやっぱスイスとかもう母国語がフランス語かドイツ語なので、英語っていうのは第二外国語なんですね。だからみんなの発音も変だし、別になんか会話ができればいいなってぶっちゃけ思うので、それよりもやっぱ大事なことっていうのは、自分の考えを伝えようとすることとかコミュニケーションを取ろうとすること、それがねすごい大切だなって思いました。やっぱりね話さない、何も言わない、静かっていうのはもちろん素晴らしいことでもあるんだけど、ただやっぱりその世界をねこう見た時に、ちょっとその態度は良くないなっていうのはすごい今回の旅で感じました。はい。なのでね、もうちょっとね日本人のそういう、綺麗に片付ける文化とか、料理が上手な文化とか、清潔な文化とか、たくさんのいろんな相手を尊重する文化とか素敵な文化があるので、それはね残しつつももう少し積極的になれたらいいんじゃないかなって思いましたでもね本当にいろいろカルチャーショックはあったんですけど、びっくりしたのは、なんか電車とか結構みんな靴をねシートに乗せるんですね。日本だと絶対にありえない。多分それやったら SNS で炎上するよなっていう感じのねことを結構していたりとか、あとはホテルのね近く、もうほんと駅の近くのホテルの目の前でですね、木にね花が咲いてたんですけど、それをごっそりブチって折ってね撮る人とかもいて、いくらそれがすごく素敵であったとしても、それを撮ったらまずいでしょうっていうのは私の個人的な意見なんですけど、こうやってね海外を旅行すると本当にいろんな国の人にね会うことができて、いろんなね経験をすることができて、ある意味すごくね勉強になったなって思いました。はい。日本人には欠点もありますが、ぜひね皆さん嫌いにならないでください。本当にね多分ね英語コンプレックスなだけだと思うんですね。はい。その一方で思いやりがあったりとか、責任感があったりとか、丁寧だったりとか、そういうねいいところもきっとあるんじゃないかなって思います。はい。ということで、海外に出ると自分の国の良さが自分の国がねよく見えるかなと思います。今回の旅で私も改めて日本について考えることができました。皆さんはどう思いますか？この日本人のいいところ、そして改善した方がいいところ、ぜひ考えてみてくださいね。それでは今日も聞いてくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ様。おやすみなさい。